です。今日はね、この小さなカバンを作りましたよ。中ね、こんな感じですよ。裏も使うことができる小さなカバンです。それではね、作り方をご紹介します。最近作った作品の小さな布の余りがたくさんあったんですよ。もっと小さいのはこっちにもあります。それを使ってね、作りますよ。で、キルト綿も小さいものを使います。少し小さくて6センチ ×6 センチに切ってくださいね。で、これに布を重ねます。だいたい同じぐらいの布を使います。で、ちょっと大きくても大丈夫ですよ。これね、斜めに重ねてこんな感じね。そしたらコーナーに三角形の布を並べます。大きさどれぐらいでも大丈夫ですよ。キルト綿が見えなくなったら OK です。これね、順番に縫います。縫い代何センチでも大丈夫ですよ。このように作ります。で、これにプレスします。そして縫い代をきれいにします。これを12枚、表側12枚ね、裏もあるので24個作りますよ。順番に縫いますよ。縫うのはキルト綿の端縫います。これね、全部縫いますよ。
トップが完成したらプレスします。そして裏布用意しますよ。これね、2箇所に 2.5 センチの縫い代をつけます。次に持ち手の紐ね、これね、今回は手縫いで縫いました。持ち手の紐がね、柔らかくなるんですよ。で、この紐を最初にここに重ねて、裏布と一緒に縫います。そしたらプレスしてキルとしますよ。今度はね、カバンの底の布ですよ。キルト綿に重ねて、次に裏布を切ります。これもまた今回は手縫いにしましたよ。キルトが終わったら余分なキルト綿を切ります。ではね、仕立てますよ。これ2枚重ねてミシンでここ縫いますね。7ミリぐらいの縫い代で縫います。次にこれね、裏布で布の端を隠します。
両方縫ってくださいね。このようにできたら、表側を見ながら裏布のこの多いところ切ります。そしたらね、底の布を縫いますよ。半分に折って印をつけます。で、カバンのパターン2つ目のところの中心に針で留めます。縫いますよ。で、ここをね、縫います。縫い始めはこの縫い代のそばから縫いますよ。このように縫います。最後ね、ちょっとここね、端まで縫っていませんよ。反対側も同じように縫います。はい、このように縫ったらね、この角のところね、コーナーね、このままだとちょっと縫うのが大変なので、ここカットしますよ。5ミリぐらい切ります。で、この縫い代のところはちょっとほどきます。で、ここを縫いますね。で、反対側も同じように、ここね、ちょっと切りますよ。で、縫い代を開くね。はい、このようにできます。そしたら布の端を隠すように裏布を折ってもう一度縫いますよ。
はい、完成しましたよ。裏も表もいつものように使うことができる小さなカバンの作り方でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。